IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。この春 IKEA では390点以上の新商品が出てるんですけども、その中から特に注目のアイテムを紹介していきます。こちらのトレンド感たっぷりの布団カバーなんですが、ビスコースが使われていて肌触りが良く通気性に優れています。なんともう生産終了の表示がされていました。 IKEA は展開が早いですね。今季ほんと可愛いのがいっぱい出てるんですけども、季節物はどんどん入れ替わってしまいますので、皆さんお早めにチェックしてみてください。前回購入品として紹介したこのシェードなんですけども、不良品かもっていう風に言ってたんですけども、結論としてはその数日経てば伸びてきて合うようになるらしいんですけども、お店のものも見てきたんですけども、大体のものはこう多少程度の違いはあるんですけども、曲がって中のねフレームが曲がってました。でこちらのはねちょっとマシになってたので、多分ねもう商品が出て1週間ぐらい経つと思うんですけども、そのぐらい経つと割とこう髪が伸びてきてたわみがマシになってくるのかなと思いました。うちのもねもうちょっと様子を見てみようと思います。今のところ結構たわんでるので傾いてしまってるんですね。でこちらのニテルベルカードコレクションとっても人気で、たくさんね私も購入しましたっていう報告ありがとうございました。結構やっぱ花瓶が人気ですよね。かわいい。お花を入れなくてもほんと置いとくだけでかわいいですよね。私はこちらのチェアを購入しました。久しぶりにこんな大物を買いましたけども、座面にかなり傾斜がついてまして、座ると立ち上がりにくいのが特徴です。皆さんもぜひお店で座っていただきたいなと思います。多分カートをモチーフにしたデザインなのかなと思います。今まではブラックとオレンジが出ていました。待望のホワイトです。送料は2500円で届けてくれました。これは一応大型家具扱いですけども、いつの間にか送料安くなってますね。結構うちのインテリアがナチュラルテイストが強めなので、この金属フレームが合うのかなっていう心配はあったんですけども、なんかこの感じもいい感じじゃないですかまだできてないですけど、組み立てはとっても簡単で驚きました。ネジはなんと1本です。ここにネジを1本締めまして、緩く仮止めしまして、ゴムをね4本このように設置して、あとはね本当に足をくっつけるだけ。はい、スポット。こんな感じで簡単でした。チェア自体は大きいんですけども、メッシュなので圧迫感がないですよね。ただこのまま座るとかなりお尻が痛いので、クッションは必要になると思います。隣にあるベンチはよくどこのですかって聞かれるんですけども、 IKEA のスコクスターシリーズで、今はもう廃盤になってしまいました。今ニテルベルカードコレクションで出てるこのテーブルもすごく合いそうで欲しいなと思いました。でこちらに今私が乗せているクッション、座面に乗せてあるクッションなんですけども、これ用のクッションなんですが、日本では取り扱わないそうなんですよ。残念ですよね。これ絶対必要だと思うんですけど、私はたまたまスウェーデンに行ってたので購入してきました。抱えてね帰ってきました。かなりくつろげる椅子だと思います。座面も広くてあぐらもかけちゃいます。はい、前回もちょっと紹介したイースターと春のコレクションなんですけども、ティーライトホルダーがすぐ売り切れてしまったみたいで、私は実物を見ることすら叶いませんでした。でこちらの白色のお皿もとっても人気みたいですね。確かにすごくね立体的で可愛いです。ちょっと IKEA にしてはお高めで驚きましたけども、あとこの造花も結構可愛かったです。こちらのリースの方が結構いいなと思ったよりもね繊細な作りでして、花びらがこう薄くてですね可愛かったです。リースだと花瓶とかいらずにこれ単体で飾れますから手軽でいいですよね。ドアとかに飾ればコーディネートしなくても単体で可愛いですからいいなと思いました。春らしくなりますよね。あと IKEA あるあるですけども、ちょっと謎なものも売ってるんですよね。なんやろうこれと思って見てたんですけども、こちらはデコレーション飾りだそうです。思ったより大きいんですよね。しかもあと新商品で見るのを楽しみにしていたものがありまして、こちらのダイニングテーブルです。ラウンドテーブルなんですけども、足のデザインがとってもおしゃれでかっこいいですよね。天板が大理石風ということで、どんな感じなのかなと思って楽しみにしてたんですけども、マットな質感でした。結構耐久性がありそうな感じです。いかにも大理石のツヤツヤしたゴージャスなのをイメージされてましたら、
がっかりすると思います。大きさの展開は2種類ありまして、どちらもかなりお手頃価格ですごいですよね。こちら大きさが105センチなのでかなり絶妙な大きさですよね。私も今110センチのものを使ってるんですけども、大きすぎず小さすぎず絶妙だなと思います。でもやっぱりちょっとこの柄が気になるって方はドクスタというテーブルの方がおすすめかなと思いました。チューリップテーブルなんですけども、真っ白でシンプルですし、意外とガタつかないということで人気です。最近値下がりしました。こちらは直径103センチとなっています。あと私はこのペンダントランプがとっても気になっています。可愛いですよね、波打った形が。しかもお値段びっくりですよ。799円なんですよ。めっちゃ安いですよねあとこちらのソファーと合わせられるちょっと低めのテーブルなんですけども、こちらが2月から値下がりしました。値下げ幅がすごいんですよね狙ってた方はラッキーですね。お早めにチェックしてください。今季やっぱり一番人気じゃないですか、この照明。とってもおしゃれなんですけど驚きの価格なんですよ。この素敵な照明をデザインした人って相当天才だと思いませんか？なんと特別にご自宅を見学させていただきました。こちらがデザイナーのミカエルさんです。IKEA のデザイナーさんなので IKEA のアイテムをたくさん使われているんですけども、とっても素敵でしたので皆様にシェアしたいと思います。まずこちらの棚にこの照明の緑が置いてありますよね。とっても素敵ですよね。棚に置くの本当反射がね綺麗ですよね。なんと私が購入したこちらのチェアもミカエルさんのデザインでした。こちらのセカンドダイニングのようなスペースにもチェストの上にスペッツボイが置かれています。ここはホワイトですね。本当壁への反射もとっても綺麗ですよね。さらにこちらのちょっと低めの棚にもまた緑が置かれていました。低い位置に置いても素敵です。やっぱりデザインされたご本人ですからね、使い方とっても参考になりますよね。こちらリビングスペースも見せていただきましたけども、とっても素敵な空間でした。色の使い方もすっごく素敵ですし、なんかねところどころピンクとかブルーもあったりして、布の使い方もすごく素敵ですよね。こう壁にもね布が貼ってあるのがいいなと思いました。本当にミカエルさんありがとうございました。そしてこんな貴重な経験をさせていただけるのも普段見てくださってる皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、続きましては購入品の紹介です。新商品のこちらを購入してみました。こちらはですね逆詐欺みたいな感じでして、なんかまさかそんな機能的とはっていう驚きの商品だったので紹介します。シンプルなポケットだと思いませんか？このねパッケージとかからはね、こういう風に大きなポケットが2個あるんだなって思ってたんですよ、この時まではでもよく中を見るとですね、なんと内側にこのようにゴムベルトがついていました。この手前の方ですね、ちょっと映りにくくて分かりにくくって申し訳ないんですけども、はい、こんな感じでこれが意外と使いやすくって、このようにリモコンを挿すのにとても良かったです。左側は類似品商品なんですけども、こちらはですねちょっと大きめのポケットなのでリモコンとか細かいものを入れるとこう中で倒れてしまうことがあったんですね。これはこれでよくって大きめのタブレットとか入れることができますし、手前のこの網網の部分にはメガネとかね入れることもできて、これはこれでとてもいい商品なんですけども、これはですねソファーのアームにかけて使っています。でこちら右側今回購入した方の大きな特徴としてはこんな長いんですよ。なんでこちらはこんな長く作られているかと言いますと、こちらの使用用途としてはソファーのアームでもいいと思うんですけども、ベッドサイドなんですよ。このようにベッドの敷きパッドの下に挟みまして使いますととっても便利でした。長いのでこれでずれてこないんですよ。でベッドで使ういろいろ細かいリモコン類をしまうのにもとっても便利です。こちらは IKEA のトロードフリーという電球、スマート電球のリモコンです。これ調光もできて便利なんですよね。
こういう風にリモコンをしまうのにも便利ですし、私がとってもいいなと思ったのはこういう風にノートとねペンをね入れることもできます。結構ね大きいのでポケットがノートがちょうど入るんですよ。朝起きてすぐモーニングノートやることとかいろいろ書きたいなって時にこれはとっても便利です。朝起きてすぐねスマホを触りがちじゃないですか。そんなことないですかなんかその時にすぐねスマホじゃなくてノートとペンを持っていろいろ書きたいなと思って、これはすごくいいなと思いました。あとはもちろんちょっとね大きめのポケットですから、このぐらいのぬいぐるみなら入れることができます。とっても安い商品ですけどもすごい便利なアイテムだなと思いました。日本の IKEA ではストロベリーフェアが始まりました。5月6日までとなっています。左のはプリンとケーキ、マカロンなどがセットになったもので、右はティラミスとケーキのセットです。このグラスが合ってないんですよね、大きさがめっちゃグラグラしてるんですけど。でこちらティラミスの方はですね結構クリームがたっぷりなので、クリームがお好きな人にはおすすめです。このココアがね結構パサーって飛び散るので気をつけてください。続きましてキッチンアイテムの新商品を紹介します。 IKEA でとっても人気のヘムラーガットというシリーズがあるんですけども、お鍋とフライパンの6点セットが発売されていました。これだけじゃなく IKEA 共通なんですけども、最近の商品は全部フッ素加工品ではなくセラミックコーティング品となっています。このグレーがかったグリーンの持ち手がとっても可愛いですよね。こちらはアルミ製なので結構軽いのも使いやすくて良さそうだなと思いました。続きましてはこちらの素敵なキッチンクロスです。とっても風合いが素敵で、これ何の素材なんだろうと思ったら 15% ジュートが入っているということでした。ジュートは吸水性が高いという特徴があるみたいです。ちゃんとループもついています。すごいおしゃれですよね。こちらはカラフェなんですけども新しく出ていました。 IKEA のカラフェ結構重たいものが多くて扱いが難しいなと思ったんですけども、こちらはそこまで重くなくて扱いやすいなと思いました。見た目もおしゃれですよね。でこの横にあるやつなんて本当に重たくってちょっとね左手だとプルプルする感じなんですけども、こちらはとても良かったです。花瓶にしても良さそうですよね。皆様いつもコメントありがとうございます。こちらのオイルボトルがとっても液だれしにくくて良かったですよと教えていただきました。お値段がとっても安いので私もどうなのかなと思ってたんですけども、かなり好評のようです。あともう一つこちらもコメントをいただきました。こちらも新商品なんですけども、食卓に調味料を持っていくのにいっぺんに持っていけてとても便利だというお話でした。確かに便利そうですよね。この中に入ってる調味料の瓶を一緒に買えばぴったりですもんね。またこちらの入れ物の見た目もとてもナチュラルで可愛いですね。こちらのスパイス瓶の方はシトロンハイという商品名です。4本ぴったり入れることができます。続きましてはこちらのカラフルなガーデンチェアテーブルです。一気にガーデニング系の家具もいっぱい出てまして、この四角い方のテーブルの方はですね、すごいカラフルないろんな色が出ています。で丸い方のテーブルはホワイトとブラックの2色展開となっています。今 IKEA ではこのようなポータブルランプもたくさん新商品が出ていますので合わせてチェックしてみてください。こちらの可愛いブルーのランプは太陽電池式になっています。次回は意外と知られていないかも IKEA の名品を紹介します。アイデアグッズや便利アイテムを紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。